舞台「転生したらスライムだった剣」の第2弾公演となる魔王来襲編&神魔交流編が2024年7月に東京、8月に大阪で上演されることが決定しました。転スラこと転生したらスライムだった剣は、異世界で1匹のスライムに転生した主人公が身につけたスキルを駆使し、知恵と度胸で仲間を増やしていく姿を描く異世界転生エンターテインメントとなっています。小説投稿サイト小説家になろう初の福瀬氏による同名人気小説のコミカライズを原作としており、全世界でのシリーズ累計は4500万部を突破しています。2018年10月からテレビアニメ第1期が放送され、2021年1月から9月までの間には9ヶ月連続放送と題してテレビアニメ第2期とスピンオフアニメ「転スラ日記」が放送されました。さらに2022年11月にはシリーズ初となる劇場版「転生したらスライムだった剣紅蓮の絆編」が公開。今年4月5日にはテレビアニメ第3期の放送も控えています。今回は転スラ舞台版のキャラクターが発表されましたので、舞台に出演しているキャラクターとアニメのキャラクターを比較しながらご紹介します。ネタバレも含みますのでご注意ください。リムル・テンペスト、オギハナ。通り魔に刺されて異世界に転生した一匹のスライム、大手ゼネコンに勤めるサラリーマンだったが、通り魔に遭遇。襲われた後輩をかばった際に致命傷を負い死亡する。死の間際で37歳にして童貞だった自分は魔法使いどころかもう少しで賢者、もっと粘れば大賢者も夢ではなかったのではとの疑問に天の声が答え、エクストラスキル賢者を獲得後に即ユニークスキル大賢者に進化。そして魂が世界を渡ってスライムに転生した。ベニマル、中田博樹。オークによって滅ぼされた大場の里の族長の息子で、次期棟梁とされていた。正義感の強い性格で許せないことにはまっすぐに立ち向かう。リムルにベニマルの名前をもらい、非人族へと進化して仲間となる。シオン、吉川優。紫の髪と黒曜石のような角を持つオーガの一族。見た目はクールビューティーだが、その戦闘力は高い。クールな見た目からは想像できないほど暴走しやすい。後にリムルの秘書になる。砂、石田千穂。オーガの姫巫女だった桃神の少女。リムルの提案でシュナと名付けてもらい、鬼人へと進化する。後にカンナギの役職を与えられる。リブルド、高木俊。この世界で初めてリムルに接触したゴブリン一族の長老。最初にリムルに忠誠を誓い、息子のリブルの次に名付けされ、リブルドの名を得て配下となったサイコさんの幹部。名付けによって一族全員がホブゴブリンと進化し、その風貌に劇的な変化を果たした。小豚、杉崎真宙。リムルが初めて訪れたゴブリン村出身。名付けによってホブゴブリンへ進化したが、多くの者たちが大変貌を遂げた中では珍しく、特徴的な丸い顔に丸い鼻を残したままで、風貌の変化はほとんど見られない作中のムードメーカーであり、普段は能天気に行動している。ガゼル・ドワルゴ、森山英二。ドワーフ王国武装国家ドワルゴンの3代目国王。自らが王国を統治後の功績、それをもたらす圧倒的なカリスマ性から英雄王と称される。リムルとゴブリンたちが王国を訪れた際に起きたいざこざで、カイジンがベスターを殴り飛ばしたことで開かれた裁判にて初登場。勇気、横田龍儀。元日本人の異世界人で加齢しない肉体を得ており、高校生の外観を保っている。元の世界では念動力などの超能力を扱う格別の才能を有していた。シズの弟子として登場。日向が旅立った時に自由組合の設立を2人で行っており、行動を共にしていた。ホビオ、岸本優太。ユーラザニアの重臣。ユーラザニアの最高戦力である三獣士の一人。リムルがオークロードの討伐に成功し、ジュラの大森林を魔国連邦として立国させたことを聞きつけ、ユーラザニアから使者として派遣された。ヨウム、林光明。ジュラの大森林と接する領地を持つミドルマイガム伯爵が組織した辺境調査団の団長。元は小悪党だが、人を引きつける魅力と統率力を持つ。リムルによって多くを倒した英雄へなるように言いくるめられ、悪狼との訓練を通じてふさわしい強さを身につける。クレイマン、中村太郎。10代魔王の一角を担う
400年前に魔王の席に加わった新参者の魔人、大陸の東端にある傀儡国ジスターブの国主イムルがジュラの大森林で勢力を拡大し続けていることを知り、その勢いを懸念して剣豪術数によって排除すべくイムルと対立することになる。ミリムナーは最古の魔王であり、他の魔王に比べても別格の強さ、戦うこと以外の楽しみを知らない退屈を嫌う性格、粒子と人間との間に生まれた唯一無二の竜魔人。見た目は可憐な美少女で、性格は無邪気で天真爛漫。いざ戦闘や計りごととなれば凄まじい頭の回転と老快な立ち回りを見せる。宗英北村亮、オーガでもともと忍びの一族の出身。オークロードの侵略により故郷が壊滅して生き残りとともに命からがらジュラの大森林に流れ着いた後、イムルより宗英と名付けられ鬼人へと進化する。イムルからは隠密の役職を与えられた。主な役目は諜報活動だが戦闘も得意。白老萩野隆、オーガの白髪の男性、もともと忍びの一族の出身。故郷が壊滅して生き残りとともにジュラの大森林に流れ着いた後、イムルの提案で白老と名付けてもらい鬼人へと進化する。それによって若返り肉体能力は高くなり、長年磨いてきた剣技で相手を圧倒する。今回はここまで。ぜひチャンネル登録お願いします。またね。